どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、アクアリウムをする上で欠かせないものって何だか知っていますか？以前も何かの動画でこんな感じの導入をした気がするんですが、前とは違う答えを言います。というわけで、アクアリウムで欠かせないものは何なのかというと、生態です。アクアリウムの定義は人それぞれあると思うんですけど、やっぱ水槽の中で泳いでいる生態がメインなところありますよね。水草レイアウト水槽をやっていても何かしらの生態は入れていますし、生態が主じゃなかったとしても何も生き物を入れていないというのはあまりないです。別に生態を入れないといけないなんて決まりはありませんが、やはり何かしらいないと寂しいですよね。そんな生態なんですが、いろんな種類の生態がいるため、水槽の大きさや飼育スタイルによって適しているものが変わってきます。そんな中でも日本のアクアリストに多い環境は、小型水槽で楽しむ水草レイアウト水槽なのではないでしょうか。というわけで今回は、そんな結構な人数が楽しんでいるであろう小型水草レイアウト水槽に合う生態を独断と偏見でトップ5で紹介していきます。一応ランキング形式で発表していきますが、正直順位はあんま関係ないです。こういう水槽を立ち上げたいんだけど、どんな生態がいいか迷っているという方の参考になれば幸いです。それでは早速やっていくんですが、まず小型水槽の定義として、水草レイアウトをすることを考慮すると、少なくとも20センチキューブ水槽は必要だろうということで、今回は20から30センチキューブ水槽およびボトルアクアリウムを基準に考えていきます。30センチキューブ水槽は特にいろんなレイアウトが楽しめつつ、専用の水槽台がなくても置くことができるという点では愛用している方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんな感じで今回のランキングの定義を確認したところで、早速トップ5の発表に移ります。まず最初は第5位からです。それがこちら、ボララスウロフタルモイです。こちらはボララス属の中でも小さい部類のボララスで、最大体長は2センチととても小さいです。カンボジアやタイ、ベトナムに生息するボララスで、小型水槽にはぴったりの生態です。まずアピールポイントとして入手しやすさが挙げられます。このボララスウロフタルモイデスは結構安定して入荷がされており、大きなショップであれば常時購入できるレベルです。またその流通量の多さから価格もある程度控えめで、だいたい1匹100から200円程度になっています。大型ネットショップのチャームでは125から190円程度で販売されているので、店舗が近くにないという方も入手しやすいです。一応概要欄にリンクを貼っておきます。続いてのアピールポイントは飼育のしやすさです。小型の熱帯魚の中でもさらに小さなウロフタルモイデスは水質にも敏感で飼育しづらそうなイメージがあるかもしれませんが、基本的に水質にはうるさくなく、餌も人工飼料で大丈夫です。自分も実際に30センチキューブ水槽で飼育していますが、弱いという感じは全くなく、小さい割にタフな印象を受けます。水質変化の多いボトルアクアでも十分に飼育できると思うのでおすすめ。ただサイズがサイズなので、餌の大きさは口に入る程度のものを選びましょう。続いて最後のアピールポイントはその美しさとフォルムです。2センチだからあんまり目立たないと思われるかもしれませんが、全くそんなことはなく、体型が割とずんぐりするタイプなので、体側の色がとてもわかりやすいです。真ん中にラメの入った濃いグリーンがスッと入り、その上に緑を際立たせるようなオレンジの色がスッと通っているのが最高に美しい。小さくてもそれなりに存在感のある姿は誰もが魅了されることでしょう。小型水槽にぴったりなサイズ感ながら、いろんな色の水草に合うカラーリングは小型水草レイアウト水槽にぴったりです。
続いての生態発表に移ります。小型水草レイアウト水槽に生える生態第4位はディープレッドホタルテトラ。こちらは真っ赤に染まる小型カラシンの中でも特に小さいサイズのテトラです。最大体長3センチという超小型種ながら、カラシンの証でもある油びれをしっかり備えており、カラシン好きにはたまらない生態だと思います。ホタルテトラの近縁種で、真っ赤な体色に尾びれの赤と黒のスポットがチャーミングです。このディープレッドホタルテトラ、見た目も水草レイアウト水槽にマッチしています。真っ赤な色合いは緑が主体の水草に対してとても映え、陰性、有形層関係なくメイン生態として輝けます。また、カラシン系っぽい体格をしており、ネオンテトラのようなずんぐりとした体型は美しさだけではなく愛らしさも兼ね備えています。そして一番のチャームポイントはその泳ぎ方であり、その場にとどまって泳ぐ姿はホバリングと呼ばれており、とても可愛いです。価格は300から500円となかなか高い部類ですが、手が届かないレベルではないですし、入手性もそこそこいいので、皆さんにお勧めできる生態だと思います。真っ赤に染まるまで時間がかかることもあるので、水草の成長を感じながら、どんどん赤くなっていくディープレッドホタルテトラを見るのも楽しいです。小型で赤系は珍しいということもあり、小型水草レイアウト水槽にはとてもマッチする生態です。続いての生態発表に移ります。小型水草レイアウト水槽に生える生態第3位はラスボラアクセルロディブルー。先ほど紹介したボララスウロフタルモイデス同様、以前はラスボラ属だったんですが、最近になってスンダダニオ属になった生態です。なんか名前的にはスンダダニオの方がビッグっぽい名称らしいですけど、正直スンダダニオアクセルロディブルーよりもラスボラアクセルロディブルーの方が語感がいいためあまり定着しておりません。個人的にもラスボラアクセルロディブルーの方が好きなので、こちらの名前で紹介します。コイカマニアの方がいたらすみません。ラスボラアクセルロディブルーは最大体長 2.5 センチの小型の生態です。先ほど紹介した2種類の生態に比べてだいぶシャープな印象の体型をしており、ブルーにふさわしいスマートな感じのイメージを与えます。青色の生態といえばネオンテトラやカージナルテトラが有名ですが、正直個人的には青系小型熱帯魚といえばこのラスボラアクセルロディブルーです。ネオンテトラのように分かりやすくのっぺりとした青色ではなく、透明な体に乗ったメタリックな青色はまさに至高のブルー。赤黒く染まる尻びれがその美しい青をさらに強調し、とても見応えのある生態です。ただ飼育難易度が結構高く、餌の食いつきや水質には気を使う一面もあります。自分も3年前に飼育していましたが、繁殖できないこともあり、現在は1匹もおりません。正直初心者にお勧めできるかと言われれば難しいところですが、その難しさに見合う美しさがあり、なおかつ超小型種唯一と言っていい綺麗な青はそれを補ってあまりある魅力を感じると思います。価格も500から600円となかなかいかついですが、小型水槽であれば数匹でもしっかり生えるので、ぜひとも一回飼育してもらいたいですね。続いての生態発表に移ります。小型水草レイアウト水槽に生える生態第2位はボララスブリジッタエ。こちらは先ほど紹介したウロフタルモイデスとアクセルロディブルー同様、超小型のコイ科の仲間です。最大体長はなんと驚異の 1.5 センチということで、今回紹介する中でも最小種となっております。その小ささに合わせてシャープな体型をしているため、どの超小型種よりもひときわ小さく見えるのではないでしょうか。インドネシアのボルネオ島原産のボララスブリジッタエは、その超小さい体に真っ赤な体色が乗ってくるとても美しい生態です。
先ほどのウロフタルモイデスと同じように体側には緑色のラインと上にオレンジっぽいラインが走っているのですが、正直完全に色が上がったブリ実体の良さはそこではありません。一番の良さは何といってもその真っ赤な体色です。個人的にはディープレッドホタルテトラが真っ赤になった時をしのぐレベルの赤さだと思っており、2センチに満たないにもかかわらず、赤系小型熱帯魚と聞かれれば真っ先にこのブリ実体をイメージするくらいです。それくらいガチで真っ赤に色上がりするんで一度飼育してほしい。似たような赤系ボララスにはボララスマキュラータがいるんですけど、体長が大きいマキュラータより圧倒的に真っ赤に染まるので、存在感はブリ実体に軍配が上がります。ただマックスまで色上げするためにはある程度の時間と環境が必要になってくるため、根気強く待ちましょう。この色上げする過程もとても面白いので、ぜひ飼育して楽しんでみてください。続いて最後の生態発表に移ります。栄えある小型水草レイアウト水槽に入る生態第1位に輝いたのはトゥッカーノテトラ。光学小型カラシンの代表格であるトゥッカーノテトラは、その価格に見合った美しさと気品を備えた超綺麗な熱帯魚です。最大体長は2センチとメジャーな小型カラシンの中でもだいぶ小さい部類であり、先ほどのディープレッドホタルテトラをしのぐレベルです。正直個人的な主観バリバリに入ったお気に入り生態であるため、第1位に輝いたのはその影響も強いんですが、それだけご利用ししたいくらい美しいと思っています。トゥッカーノテトラの色合いは一言で言うと気品にあふれています。原色バリバリのきらびやかな熱帯魚もいいですが、このトゥッカーノテトラはそういった系統の熱帯魚ではありません。金色に輝く体色をベースに、体側に太く入った黒のラインは体全体を引き締め、金色と黒のコントラストでさらに存在感を際立たせます。そして色が上がった時に見られる尾びれの付け根あたりの赤は、しっかりと育成できた証として飼育者を喜ばせてくれます。何より一番魅力的なのがその目で、上半分がキラリと光る青色をしており、すべての部位が最高にお互いを引き立て合っている絶妙なバランスを備えているんです。これは本当に自分のうちの水槽で泳がせると感動するレベルで、店頭で見て綺麗だと思ったのなら余計に美しく感じるのではないでしょうか。飼育自体は個人的にはそこまで難しいとは思いませんが、価格が1匹1500から2000円程度するため、しっかりと選別し元気な個体をお迎えしましょう。何匹も飼えるような生態ではないですけど、1から2匹だけで小型水草レイアウト水槽を華やかにしてくれる最高の生態です。というわけでいかがだったでしょうか。最後の生態に関してはだいぶ個人的な感情も乗っていますが、それを凌駕するほどの魅力を兼ね備えた生態です。正直今回紹介した生態たちレベルで小さな熱帯魚はそんなに多くはいないですし、入手できる機会も限られています。その中でもこの5種類の熱帯魚は比較的入手しやすい部類なので、そういった面でもおすすめしやすいです。小型水草レイアウト水槽は誰もが一度は憧れると思うので、その水槽に合った生態を今回紹介した中から選んでいただければ幸いです。一応水草レイアウトの種類は問わずに合う生態を選んでいるので、陰性メイン、華やかな有形層メイン、どちらでも安心しておすすめします。今後も飼育してきた中でおすすめの生態をジャンル別で紹介していこうと思うので、何かリクエストがあればコメント欄までお願いします。というわけで今回はここまで。